はい、ですね、ソニーのニューレンズ SEL2470GM2 というレンズが届きました。ですね、今日はこれを開封して、中身のね、紹介をしながら、僕の他の持っているレンズとのね、サイズ比較とかをね、していきたいと思います。はい、ということで開けていきたいと思います。中に入っていたのはこのケースと、これはケース用の、ベルトですね。あとはこれはレンズフードですね。こちらレンズフードで、こちらが本体です。レンズだけですね、入っているのは。では次にこのカメラにね、取り付けてみたいと思います。こんな感じですね、サイズ感的には。持った感じは 1635GM のレンズとなんか似たような感じですね。はい、でこちらがズームリングですね。はい、こちらが24から70になるんですけども、このように、24から70にすると、レンズが伸びていくようになっていますね。続いてこちらが絞りリングですね。で、こちら側にあるここですね、この裏の方にクリックオンオフがあるので、これをオフにするとこの辺が滑らかになりますね。で、こちらに IRIS ロックっていうのがあるんですけども、こちらをするとこのオートと、マニュアル設定の部分ですね、こちらの切り替えができなくなりますね。こうするとここが動かなくなります。もうなので間違ってマニュアル設定にするとかそういうことがなくなるんじゃないのかな、これは。あと新しいポイントとしては、こちらにあるスムーズとタイトっていう、スイッチなんですけども、こちらをスムーズからタイトにするとこのズームリングが重くなります。で、今のスムーズの状態ですと今まで通り普通にこうやってね、ズームリングがぐるぐる回るんですけども、これをタイトにすると結構重くなります。なのでゆっくりズームとか価格を変えたい人はこれがいいんじゃないかなと思いますね。で、他にはね、あんまりね、変わった点はないと思います。こちらにオートフォーカスと、マニュアルフォーカスのスイッチがあって、ここにボタンがあるって感じです。カスタムボタンかながあるっていう感じですね。はい。ということで、こちら外して他のレンズとの比較をね、していきたいと思います。はい。まずは一番ね、サイズ感が似ているレンズを比較したいと思います。こちらが2470の GM2 ですね。で、こっちが1635の GM レンズです。で、ほとんどね、サイズ感は一緒ですね。縦の長さはこちらが数ミリ長いぐらいで、ほぼ同じです。で、持った感じはさほど変わりませんね。ここを伸ばしてみますね。伸ばすとこんな感じですね。で、こちらも伸ばします。ズームで。こうかな。こうやって見ると望遠側にするとかなり2470の方が長くなるような感じですね。もうサイズ感はほぼ同じだと思います。はい。で、続いては、この 20mmF1.8 の G レンズですね。すごくいいレンズって言われているやつですね。かなり小さくて。で、やはりこれに比べると、やはりかなりでかいなっていう感じがします。重さももちろんこっちの方が軽いですし、持ち運びしやすいのはやっぱこっちですね。はい。ただ、このすごい小さいレンズに比べても、一回りぐらい大きいぐらいのサイズだと思います。で、次はこれ見てみようかな。これは F1.814 の GM レンズですね。で、こちらはデメキンのレンズであって、この辺のね、形がちょっと違うんですけど、こうやって見ると、この上の1センチ分ぐらいが、こちらのが短いって感じですね。幅は同じぐらいです。重さは、大して変わらないような気がしますけど、こっちの方が軽いでしょうね、きっと。はい。で、最後に比較するのがこのレンズなんですけども、これは、G レンズの24-105の F4 のレンズです。で、このレンズとこのレンズがかなりね、比較対象にされることが多いと思うんですけども、2470で、こちらは24-105で、こっちが F2.8 で、こっちが F4 ですね。で、このレンズかなり良くて、最大撮影倍率もすごくいいですし、105mm まで寄れるんでね、かなり望遠から、広角ですね。これ1本で
全然扱えるので素晴らしいレンズだと思います。写りもかなり綺麗だと思います。で、これがあるので、このレンズ買わなくてもいいかなっていう人はね、結構いると思うんですよ。はい。それぐらいね、いいレンズですね。なので、これとこれの違いは、もう F2.8 が必要かどうかだけだと思います。なので、F2.8 必要ないって人であれば、もう全然ね、こちらで十分だと思いますし、ただF2.8 のボケ感も欲しいっていう人であれば、こっちを撮ればいいんじゃないかなと思います。ただこっちはね、まだ写真も撮ってないので、画質のね、良さとかっていうのはまだ分かってません。で、サイズ感見ましょうか。サイズ感は、ちょっと合わせてみると、ほぼほぼ同じですね。GM レンズの方がちょっと長い感じですかね。で、重さは、もしかしたらこっちの方が軽いかもしれませんね。ちょっと後で詳しく調べて載せておきます。はい。で、横のサイズも一緒なので、悩ましいですよね、この2つは。で、G レンズのいいところは、こちらで手ブレのね、スイッチを入れられるってことですね。で、こっちの方がレンズ内手ブレ補正が効くのかな。なので、もしかしたらこっちの方が手ブレ補正が効くかもしれません。で、こちらにはそれがないんですけども、先ほどお話ししましたように、このスムーズ、タイトの、ズームのリングのね、動き方とかはあるのかな。あとはクリックオンオフ。あとはこの IRIS ロックっていうんですかね、とかがついてるんですけども、大きな違いとしては G レンズの方はレンズ内手ブレ補正がついて、こちらで手ブレ補正のオンオフができること、2470GM2 の方はズームリングのスムーズタイトをここで変更ができるってことですね。じゃあズームした時の長さを見てみたいと思います。はい。はい。で、こちらも結構長くなるんですけど、はい。どうでしょう。ズームしちゃうと G レンズの方がちょっと長いかもしれませんね。GM2470GM2 の方が少し短いような気がします。ざっと比較はね、こんな感じですかね。はい、っていう感じで今日はこの 2470GM2 の開封と、他のレンズとのね、比較をね、ちょっとしてみました。はい。で、これから、実際に写真を撮っていきたいんですけども、一番やりたいのは2470という、広角から中望遠までの、焦点距離のこのレンズなんですけども、α7-4 につけると超解像ズームとあと 35mm クロップってものができるので、多分ね24から 150mm とか、大体それぐらいまでは寄れると思うんですよ。なのでこのレンズ1本で、広角側から、望遠側までね、いろんな写真が撮れると思うんですけども、どういう写真が撮れるかっていうことを見ていきたいと思います。